自分が買うと価格は下がる。相場が下がってきたので、売ると今度は上がっていく。まるで誰かが自分の行動を監視してるんじゃないかと思うほど、自分がエントリーすると相場が逆行する。このようなエントリー後の逆行は、多くのビギナーの方が直面する最初の問題ですが、チャートを見るポイントを抑えられていないためになかなかこの逆行問題から抜け出せないという方は多いです。そこで今回の動画では、エントリー後の逆行が起きてしまう3つの原因と、よく逆行が発生しやすい鉄板逆行ポイントを紹介しながら、逆行しないための対策を解説していきます。エントリー後に逆行ではなく順行できるようになりたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。では早速、エントリー後に逆行する原因について見ていきましょう。エントリー後に逆行する原因の一つ目は、相場の N を意識していないというものです。相場の N ですね、聞き慣れない方も結構いらっしゃるかもしれません。この N を意識できていないという点が、最も自分のエントリーが監視されてるんじゃないかって思わされやすいポイントだと思います。ではこれがどういうことなのかを説明していきたいと思いますが、実は相場の動きというのはすべて N 字でできています。これについては実際にチャートで例をお見せするのが早いと思いますので、チャートを見ていきましょう。こちらはドル円のチャートなんですけれども、インジケーターも何も表示していない素のチャートのままにしています。ここに N 字の動きを書いていきたいと思います。チャートの真ん中付近に注目をしてください。まずここでこのような N を描くことができます。そしてこの N 字の最後のバーのところ注目してもらいたいんですけども、この最後のバーを起点にして、またこのような N 字が描けます。次ですね、ここの部分にこのような N 字を描くことができます。これに関しては逆 N 字の形状です。で、次はこのような N 字を描くことができます。そうしたらまた同様にこの N の最後のバーのところを注目して、このような N を書くことができます。で、この N に関しても最後のバーのところを起点にして、このような N を描けます。はい。そしてこの下がっている部分ですが、下がっている部分はこのような逆 N 字を描くことができます。そして今度はそこからこのような大きな N 字につながります。偶然こうなってるだけじゃないのか、トレンド相場だけの話じゃないのか、そう思う方もいらっしゃると思いますので、もう一つ例を見ていきたいと思います。今度はレンジ相場を例にとって見ていきましょう。こちらは5ドル米ドルのチャートなんですが、この青の平行線を引いたところでレンジ相場を形成しているということがわかると思います。このような横ばいの状態が続いています。このチャートにもですね、同じように N を描いていきたいと思います。今回は早回しで進めていきましょう。はい。このような形で N が重なっているところがありますので、少し色を変えて描いてみたんですけども、このように相場が N 字と逆 N 字の動きでできているということがわかると思います。この N の形についてもいくつかパターンがあって、例えばこのように右肩上がりの N というのもありますし、このようにここの点とここの点が揃う N もあります。で、逆 N の方も同じで、このように右肩下がりの逆 N もあれば、このように徐々にすぼまっていくような逆 N 字も存在します。このように N の形に関してはいくつかパターンはあるんですけども、それら含めてですね、すべて N 字と逆 N 字でできているということが分かっていただけると思います。で、この N 字の動きのことを N 波動と呼びます。何が言いたいのかというと、相場はこのように N 字と逆 N 字を描いて動いていきますので、この N の形を意識しないでポジションを持つことは逆行しやすいということなんです。例えばこのように相場が大きく上昇した場面があったとします。よし、大きく上昇した。ここからさらに上がっていくかもといって、こういうところで乗ると、しばらくして N のこの下げの部分の動きが始まるので、価格が下がってきます。で、含み損がどんどん大きくなって、耐えきれなくなって損切りしたり、損切りをタイトな位置に置いていると、今度はこの N の上昇の動きが始まって、価格は再び上昇していく。これが自分が買うと相場は下がり、下がってきたから損切りすると、今度は上がっていくという動きの正体です。はい。ではなんで相場はこのような N 字の動きをするんですかっていうところを見ていきたいと思うんですけれども、この上昇している部分ありますよね。ここっていうのは買っている人は含み益になってるんです。なので価格がある程度上昇してくると、この部分買っている人たちの利益確定っていうのが入ってきますので、価格がこのように下がってくるんですね。はい。で、ある程度下がってくると、今度は何が起きるかっていうと、ここの部分上昇トレンドになっていますので、上昇トレンドだっていうことで買いたいっていう人が現れてくるんですね。なので、再び下がったところから反発していく。このような投資家心理が働くので、N の動きを形成するということになります。ですので、この N の動きを意識していないと、相場のリズムと自分のエントリーが噛み合わなくなってしまって、まるでですね、誰かが皆さんのエントリーを監視していて、買ったら下げて、損切りした後に上昇させているように感じる。そんなことになってしまいます。
ということで、相場の N を意識していないというのが一つ目の逆行原因です。じゃあ N を意識していれば逆行しないのかっていうと、それだけではダメなんですね。ということで、次は二つ目の逆行原因を見ていきたいと思います。エントリーして逆行してしまう2つ目の原因は、レンジ相場を把握できていないというものです。レンジ相場というのは、このように横ばいの状態が続いている相場のこと。相場の動きというのは、トレンド相場とレンジ相場の2つしかなくて、この2つを繰り返しながら進んでいきます。トレンド相場というのは、上昇トレンドであれば、このように高値と安値を切り上げていく動きになり、下降トレンドであれば、高値と安値を切り下げていく動きになります。一方のレンジ相場の特徴は何かというと、レンジの上側の部分、これを上限と言いますが、この上限のところから下側の下限までの間を行ったり来たりする、そんな特徴があります。こちらはユーロドルのチャートですけれども、このオレンジの平行線で引いたところがレンジ相場になっています。ご覧いただいてわかる通り、上限と下限の間、行ったり来たりしてるだけということが分かっていただけると思います。で、もう一度この図に戻っていきたいと思うんですけれども、いくら N を意識できていても、このレンジ相場を把握できていないと、レンジの上限下限のところから反対側に折り返していく動きに巻き込まれてしまう。そうするとエントリーした後に逆行しやすいということなんです。で、例えば原因の一つ目でお伝えしたように、チャートの N を特定できていたとします。今回ここに N を見つけることができます。で、今度は逆行しないようにと下がってきたこのあたりから買いのポジションを狙ってエントリーしたというふうにしましょう。ただ、このあたりにレンジの上限が控えていると、ここから反転下落してくる動きに巻き込まれてしまう。エントリーして逆行のパターンになってしまうんです。こちらはポンド円のチャートなんですけれども、逆行する原因の一つ目のところでお伝えした相場の N の動きを見ていきたいと思います。そうすると、ここでまず N が描けて、次にこういうような N を見つけることができます。ここの高値を超えたことで、このように N の連なりができたということになりますので、このまま N がつながっていくのであれば、このような動きを伴っていくということが考えられますよね。ということで、例えばこのように下がってきたところで、買いのエントリー、ロングを狙ったとします。で、その後の動きを見ていくと、はい、今回は逆行になっています。で、この逆行した後の動きを見ていくと、ここでこのような逆 N の動きが発生して、さらにこのような逆 N にもつながっています。ではなんで今回は N の動きですね、この順 N の動きがつながっていかなかったのか、それを確認するために、この青の丸のところの様子を引きで眺めてみると、このようにチャートを引きで眺めてみると何か気づいたことはありますでしょうか？ここの部分がレンジになっているということがわかると思います。ですので、チャートを近視眼的にこの付近にしか注目していないと、レンジ相場になっていることに気がつくことができません。本人はトレンドに乗っているつもりなのになぜか逆行してしまう。なんでだろうってなってしまうんですね。で、チャートを見るときに重要なのは、この左側をまずじっくりと観察すること。で、その上で右側の動きを見る。右側というのは直近の動きですね。このように左から右に分析していくということが重要です。相場は7割がレンジ相場と言われますので、レンジをしっかり把握できるかどうかは逆行を防ぐために極めて重要ということになります。ではエントリー後に逆行してしまう原因の3つ目を見ていきましょう。3つ目は上位足を見ていないというものです。相場の動きの特徴である N を意識できるようにする。上下に折り返す相場であるレンジ相場も把握するようにする。その次の関門が上位足です。上位足、つまり今皆さんが見ているチャートの時間軸よりも長い時間軸のチャートのことですけれども、1時間足を見ている場合は4時間足や日足といったものが該当し、この上位足を見ていないために逆行するというものです。ここでは2つの例をもとに説明をしていきたいと思いますが、今回 N がポイントになりますので、原因の1つ目で見た N を使いながら見ていきましょう。はい、まず左の例からなんですが、このように N が連なって上昇をしていきます。この動きは上昇トレンドっていうこともできますね。そしてある程度上昇すると、例えばこういうところにある上位足の抵抗、レジスタンス要素にぶつかって、ここで N が止まる、または反転して逆 N の動きがスタートする。もう一つですね、今度は右側の例を見ていきましょう。今度はレンジ相場を例にとります。このように上下に折り返すレンジ相場が継続中です。ある時このレンジ相場の下側をブレイクして、それを起点にして新たな逆 N の動きが発生するんですが、この辺りに控えている上位足のサポート要素のところから N が反転していく。なので、この辺りから逆 N の継続を狙って売りを仕掛けていたりすると、この上位足のサポート要素からの N の転換。今回は逆 N から順 N への転換ですね。
この N の転換に巻き込まれてエントリー後に逆行となるというパターンです。ではここまでのお話を実際のチャートを使って見ていきましょう。今表示しているのはドル円の4時間足のチャートです。チャートを見るときは左からということで、左側の部分見てみると、このような下降トレンドが発生していたということがわかります。そして今度はチャートの真ん中部分ですが、ここで大きく反発して、そして上がったところからもう一回反落。で、その後ですね、チャートの右側の部分、目を向けると、このあたり揉み合っているということがわかります。このようなレンジ相場になっているといった状況です。上側2点ですね。下側は3点このように止められています。ではこの後の動きを見ていきましょう。はい、今このようにレンジを下側に大きくブレイクしてきました。そしてこのレンジを下にブレイクしたことによって、今このような逆 N の動きが発生したということになります。レンジを下にブレイクしたということで、今後ですね、この逆 N の動きが継続して、逆 N が連なっていくということであれば、このように戻しを形成して再び下がっていく。こういった動きが考えられることになります。先ほどの図解の右の例を思い出してください。続きの動きを見ていきたいと思います。はい、反発が始まってきました。このレンジをブレイクした後の戻しの動きですね。逆 N 字の戻し部分の動きと考えられます。ではさらにこの後の動きを見ていきましょう。はい、その後の動き見ていくとこのような形で、ここの部分ですね。ここの部分から急騰の動きにつながっています。期待していた逆 N の動きですね。ここまでは下がってきたんですけども、ここで止まってしまって、今度はこのような順 N の動きが発生したということになります。なぜこんな動きになるんだということで、上位足を見てみたいと思います。こちらが日足の様子です。この赤の平行線で示したところが、先ほど4時間足で確認したレンジ相場の部分に該当します。日足を見ていただいて何か気づきましたでしょうか？はい、実はここの部分がレンジになっているんです。今この青の平行線で引いた大きなレンジの中に、一回り小さいこの赤のレンジができている状態です。ですので、4時間足でこの赤のレンジを下にブレイクしたとしても、そのさらに一回り大きなこの青のレンジの下限のところで折り返す動きが出たということになります。実はこのレンジ相場が入れ子構造になっている。つまり大きなレンジ相場の中に一回り小さなレンジ相場ができるというのも結構発生するパターンです。相場の動きの特徴の一つとして、買い足の動きが上位足の動きに影響を受けやすいというものがあります。聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。今回の場合で言えば、もう一度4時間足のチャートに切り替えたんですけども、この4時間足レベルの小さなレンジを下に抜けはしたんですが、外側にある一回り大きな日足のレンジ、上位足のレンジの壁に阻まれて、下から上へ折り返す動きが出た場面ということになります。ではここまでエントリー後に逆行が発生してしまう3つの原因について見てきましたので、ここからは逆行しないためにはどうしたらいいのか、一つ一つ対策をお伝えしていきたいと思います。まず一つ目が N の先端でポジションを持たないようにするというものです。原因の一つ目で見たように、相場が N を描きながら動いていくということを理解していただけたかと思います。ですので、ポジションを持つときには、この N を意識して、N の先端で入らないようにするというのがポイントです。では、チャートで N を意識できるようになるための2つのポイントをお伝えしていきたいと思います。まず1つ目が、高値や安値のブレイク、レジスタンスやサポートラインのブレイクを把握するというものです。N 字の下げの部分が始まるのは、高値をブレイクした後やレジスタンスをブレイクした後、または逆 N 字の戻しの部分が始まるのは、安値をブレイクした後やサポートラインをブレイクした後というように、N 字や逆 N 字の押し戻りに該当する部分というのは、節目の価格をブレイクした後に始まることが多いです。こちらは動画の前半で紹介したポンド円のチャートですけれども、ここの部分の N の動きに注目をしてもらうと、この青で描いた N の真ん中の部分ですね、この押し目を形成するところの動きというのは、ここの高値を超えた後に発生してますよね。それから今度はこの赤で描いた N 字の動きに注目してもらいたいんですけども、この N 字の押し目の形成の部分というのも、ここの高値を超えた後に発生しています。または、ここのレジスタンスラインを超えた後に発生というふうに見てもいいですね。ここは1、2、3回止められたレジスタンスラインになっています。で、それをブレイクした後に押し目を形成して、そして再び上がって準 N の形を形成という形になっています。で、こちらのチャートは少し前のレンジの例のところで取り上げたドル円のチャートですけれども、この例に関しても、この赤のレンジの下限というところをブレイクしてから戻しの動きっていうのが発生してますよね。このように節目となる価格をブレイクしてから N の下げの部分の動き、
逆 N の戻しの部分の動きが始まることが多いですので、まずはブレークを待つ、ブレークを把握するというのが一つ目のポイントになります。続いて二つ目のポイントが N が折り返す POI を定めるというものです。これを説明する前によくある失敗例をお話ししていきたいと思います。例えばこちらはドル円の4時間足のチャートを表示しているんですけれども、このような上昇トレンドが発生している場面ですが、ここの部分もですね、N で見ていくと、このように N が連なっているということがわかると思います。そしてここの高値をブレイクしていますので、先ほどのポイントの一つ目でお伝えしたように、高値やレジスタンスのブレイクの後に N 字のここの下げの部分ですね、押し目を作っていく動きが発生するかもということで、このあたりですね、15分足とか5分足とか1分足を見ます。はい。で、例えば5分足に切り替えて、少し下がったのを見てですね、反発が始まってくると、ここからまた上昇していくかもしれない、押し目買いだというふうに言って、このあたりからですね、買いのエントリー、ロングのエントリーをするんですけども、はい、そこからさらに下がっていきます。で、今の場合は仮にここを損切りに置いていると、確実に損切りになっている場面ですね。そして損切りになった後で、ある程度下がったところから再び反発していくというように、これもですね、買った後に下がっていって、損切りになってから反発していく、思った方向に伸びていくというエントリー後の逆行パターンなんですけども、これもですね、動画の冒頭でお伝えした例に続いて、まるで自分のエントリーが誰かに監視されてるんじゃないかっていうふうに思わされやすいパターンです。はい。で、これは何がまずいのかというと、これは N を見る視点が間違っているんです。N の押し目の部分ですね。ここの部分というのは、環境認識を行った時間軸で見ていくということが重要です。どういうことかというと、先ほどこの4時間足のチャートを使って、ここの高値をブレイクしてきたということを確認しましたけれども、そうしたら、まずはこの4時間足のチャートで、N の折り返し地点がどのあたりになりそうか、その候補の地点を見定めるんです。そしてこの N の押し目の部分というのは、フィボナッチリトレースメントの 38.2% から61.8% の水準になることが多いです。今回のここの高値のブレイクの動きに関しても、4時間足のチャートを使ってフィボナッチリトレースメントを引き、この 38.2% から61.8% のエリアを N が折り返す地点の候補として設定します。そうしたら、この水準にまで価格が来るのを待ちます。そしてそこから初めてエントリーするかどうかを判断する。こういう順番で見ていくんですね。ではもう一度先ほど使った5分足に戻っていきたいと思うんですけども、今このオレンジのラインで引いたところが先ほど4時間足で引いたフィボナッチの 38.2% のレベルに該当します。で、ここまで来たらあとはエントリーのテクニックの話です。例えばこの 38.2% のラインのところに到達した時点でこのような下降トレンドラインが引けることになりますけども、このトレンドラインをブレイクしたのを確認してから入るっていったような考え方ですね。で、エントリーに関しては、今画面に表示しているこちらの動画で、基本エントリーパターン8つというのを紹介しています。今紹介したトレンドライン以外にもいろいろな方法がありますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、このように N の折り返しの地点ですね、押し目や戻り目の見極めの水準のことを POI と言います。POI はポイントオブインタレストの略で、押し目を待つ関心のある領域ということです。今回の例では、フィボナッチリトレースメントの 38.2% から61.8% の領域で設定しましたけれども、これを例えば 38.2% のラインで設定してもいいですし、そこまで来たらこの N の動きを狙って押し目買いを検討する。そう判断するための水準をあらかじめ設定するということです。で、これをやらないと今の例のように高値をブレイクした直後に短期足に切り替えて、その短期足の動きに振り回されて買ってから下がる、損切りになった後に上がっていくっていうことになってしまいます。はい。で、それはなぜかというと、もう一度繰り返しますけれども、環境認識を行ったチャートでの N の視点がないからなんですね。ということで、POI を設定することの重要性、ここをまず理解していただければと思います。はい。では続いて2つ目の対策見ていきましょう。2つ目はレンジを把握して N の転換ゾーンを見るというものです。レンジ相場の見極めもですね、苦手とする方多いと思いますので、ここではレンジを見極めるコツをお伝えしていきます。チャートに移動平均線を表示して分析している方多いと思います。移動平均線はですね、トレンドを視覚的に捉えるのに非常に便利だと思うんですが、ただこの移動平均線ばっかりに目が向くと、レンジの把握がおろそかになったり、見落としたりしてしまいがちです。かといって、ローソク足だけを眺めていると、
なんとなくですね、のっぺりしているというか、どこに注意したらいいのか分かりにくいというデメリットがあります。で、そんな時に便利なのがスイングハイとスイングローです。スイングハイとスイングローというのは、チャートがこのように波打って動いている時に、チャートの波の頂点のところにできた高値と安値だと思ってください。厳密な定義はあって、それはこちらの動画でお話をしていますので、詳しい説明はそちらを参照していただくとして、今の時点では波のうねりの頂点の高値安値というふうに思って聞いてください。ではこのチャートにスイングハイとスイングローを表示してみます。今ですね、スイングハイとスイングローを表示した状態になってるんですけども、どうでしょうか。チャートの輪郭がはっきりしてきませんか。この状態で高値が揃っているところ、安値が揃っているところを見るようにします。例えばここですよね。それからこういったところも安値が揃っているラインです。はい、どうでしょうか。揃っているところですね、少しは見つけやすくなってるんじゃないかと思います。はい。で、このスイングハイローを表示するインジケーターも動画の概要欄に貼っておきますので、説明動画と合わせてぜひ確認してみてください。そしてレンジを把握できたら、その上限と下限の近くではポジションを取らないようにする。なぜかというと、そこが N と逆 N の転換ポイントになりやすいからです。これがエントリー後の逆行を防ぐための2つ目の対策ということになります。では対策の3つ目を見ていきましょう。3つ目は上位足で N の転換ゾーンを見るというものです。上位足ですね、見るといっても具体的にどういうところに注意してみたらいいのか、逆行が起きやすい鉄板のポイントがありますので、それをお伝えしていきます。まず1つ目が上位足のレジスタンスとサポートです。今回はサポートラインを例として説明していきたいと思いますが、この黒の点線で表した動きが上位足の動き、赤の折れ線で示した動きが下位足の動きだと思って聞いていただきたいと思います。まず上位足の視点で見ていくと、このように何回か反発の起点となったサポートラインが引ける状態にあります。そして下位足の視点で見ていくと、このように逆 N の動きが連なって下降トレンドを形成しているんですけども、この上位足のサポートラインの付近を起点にして、逆 N の動きから順 N の動きに転換してくるというものです。こちらはポンド円の週足のチャートなんですけれども、今こちらに3点反発の起点となったサポートラインを引くことができます。買い足である日足の様子を見ていくと、このような形で週足で確認したサポートラインの起点にして反発がスタートしているということがわかると思いますが、これをですね、今回の動画の一つのテーマでもある N と逆 N の視点で見ていくと、まずここの部分はこういった逆 N の動きが出ていたんですけども、このサポートラインが下に控えているので、この逆 N が止まってしまうんですよね。そしてこの週足のサポートのところから大きく反発して、今度はこのような順 N の動きにつながっているということもわかると思います。このように上位足のサポートライン、レジスタンスラインを起点にして、N と逆 N が転換していくっていうのはよくある動きなんですが、これの前提としては、サポートラインとレジスタンスライン、これをですね、しっかりと引けるということが前提になりますので、ラインの引き方ですね、まだ自信がないという方は、こちらの動画で詳しく解説をしていますので、ぜひ合わせてご覧になってみてください。はい。では続いて上位足を見るポイントの2つ目なんですけども、2つ目は上位足のレンジです。この2つ目の図の左側を見ていただきたいんですけども、例えば下位足で見るとこのように上昇トレンドが発生して見える。順 N が連なって動いているように見えるんですが、上位足のレンジが近づいてくると、その付近を起点にして順 N から逆 N に転換する動きが出るというものです。こちらのチャートは5ドル米ドルの4時間足なんですけれども、ここの部分の動きですね。このように N が連なる形で上昇トレンドを形成しているということがわかります。で、このまま上昇トレンドが継続していくのであれば、この N が再び連なるような形で、こういった動きを形成していくっていうことが考えられるんですけれども、この後の動きを見ていくと、はい、今度はこのように逆 N の動きに転換してきています。で、ここのポイントを起点に、順 N の動きから逆 N の動きに転換してきていますので、このポイントに何かあるのかと思って上位足を見てみると、このように上位足である日足ではレンジ相場になっているということがわかります。この青の印をつけたところが先ほど順 N から逆 N に転換してきたところです。それから上位足のレンジの2つ目の例がこの図の右側の例になるんですけれども、上位足のレンジの中でさらに下位足がレンジを形成しているというパターンです。これは先ほど確認した例にありましたように、レンジの入れ子構造になっているというものですね。内側のレンジをブレイクしても、外側にある上位足のより大きなレンジの上限下限を起点にして、N と逆 N の動きが転換してくるというものです。
これは先ほどチャートで例を確認しましたので、ここでは省略しますが、このレンジの入れ子構造ですね、よく発生しますので注意するようにしてみてください。逆行が起きやすいポイントの3つ目は、上位足の押し安値と戻り高値です。この点についても、押し安値と戻り高値とはどういうものなのかっていうところをですね、最初におさらいをしていきたいと思います。押し安値というのは、このような上昇トレンドが発生しているときに、最後の高値更新の起点となった安値のことを押し安値と言います。同様に戻り高値の定義は何かというと、下降トレンドが発生しているときに、最後の安値更新の起点となった高値のことを戻り高値と言います。で、この2つどういった特徴があるのかっていうところなんですけども、例えばまず押し安値の方から見ていくと、押し安値というのはここの高値を更新した起点の安値ということで、高値を更新するほどの買いの勢いが強かったポイント。つまりこの付近には大きな買い手が介在していたというふうに考えられます。ですので価格がこのようにですね、押し安値付近まで戻ってくると、こういったところから再び反発が起きやすいという特徴があります。同様に戻り高値についても、戻り高値というのはここの安値を崩した起点の高値ということで、この付近ですね、大きな売り手が介在していたラインということですので、価格がこの辺りまで戻ってくると、再び売り手が参入してきて反落になりやすいという特徴があります。ではここまでのお話を踏まえて右側の図を見ていきたいと思います。まず上位足の動きから見ていきましょう。この黒の点線で表したような上昇トレンドが発生しています。赤の丸で印をつけたところが押し安値です。そしてある程度上昇した後に今度はこのように下がってきたとします。この下がっている部分を買い足で見ると赤の折れ線で示したように逆 N の動きを伴っていることが多いです。ではここの下がっている部分の売り手の心理になって考えてみましょう。下がっているということは売り手が介在しているということですが、ある程度下がってこの上位足の押し安値付近まで近づいてくると、この押し安値というのは前回大きな買いが入ったポイントということですから、再び買いが入って反発してくるかもしれない。そう懸念してこの下がっている部分の売り手勢力が手仕舞いをしてきます。売り手の手仕舞いですから買い注文ということで上昇圧力ですよね。で、一方で今度は買い手の視点で見ていきたいと思うんですけれども、上位足で上昇トレンドが発生している中で、前回大きな反発が発生した起点まで価格が下がってきたということで、このあたりから再び買い手が参入しやすくなります。買い手の参入ですから新規の買い注文でやはり上昇圧力です。はい、ということでこの押し安値の付近というのは反発が起きやすい場所。つまり逆 N から N の動きに転換しやすいポイントということになります。ですので、買い足で逆 N の動きを伴う下降トレンドが発生しているからといって、この上位足の押し安値付近で売りを仕掛けると、この押し安値付近からの反発に巻き込まれて、エントリーした後に逆行ということになりやすいということになります。では今のお話もチャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャート、ドル円の冷やしチャートです。ここの部分で下降トレンドが発生しています。この部分もやはりこのように逆 N が重なり合うような形で推進しているということがわかると思います。では戻り高値の位置を確認したいと思いますが、戻り高値は下降トレンドにおいて最後の安値更新の起点となった高値ということになりますので、ここが戻り高値ということになります。このように1本ラインを引いておきたいと思います。今度は4時間足の動きを見ていきたいと思います。ここの部分ですでにこの順 N の形が発生しています。では続きの動きを見ていきましょう。はい、このような形で、最初に描いた順 N の後にもう一個ですね、このような N を形成して、さらにその後この N を形成して、そしてこの先ほど引いた日足の戻り高値のところから今度は逆 N の形に転換してきているということがわかります。上位足の戻り高値を起点にして N から逆 N に転換してきたパターンということになります。はい。ということで、こういう上位足の戻り高値をしっかりと抑えていないと、ここの部分ですね、上昇トレンドだということで、N 字の動きが継続するということを期待して買いを狙ったりすると、逆行しやすい場面だということになります。これについても、押し安値と戻り高値をきちんと特定できるかというところが最初の重要なステップになります。押し安値と戻り高値の見つけ方にまだ自信がないという方は、こちらの動画で押し安値と戻り高値の見つけ方と、先ほど触れた投資家心理をさらに詳しく解説していますので、ぜひ合わせて視聴してみてください。ということで、逆行してしまう原因とその対策についてお伝えしてきましたけれども、今回紹介した3つのポイントを見ていただくと、別に皆さんのエントリーが誰かに監視されていて、
誰かがそれと反対に相場を動かしているわけではなくて、チャートで見るべきポイントをしっかりと抑えられていないと、いくらトレンドに沿ってトレードしているつもり、おしめ買いや戻り売りをしているつもりでも、私がエントリーすると逆行するという目に遭いやすくなってしまうということが分かっていただけたかと思います。今回のポイントを日々のチャート分析やトレードに取り入れていただければ逆行することもだいぶ減ると思いますので、ぜひトライしてみてください。特にポイントはレンジです。相場の7割レンジ相場と言われますので、どこかにレンジできていないかなっていう視点でチャートを見るように癖づけしてみるといいと思います。また今回の動画の重要なキーワードである N 波動について、N 波動のパターンとより詳しい使い方をこちらの動画で解説しています。今回の内容からより一歩レベルアップする内容を学びたいという方は、こちらの動画も参考にしてみてください。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。